中めの弱火でこんな感じでうまっ。はい、こんにちは、インドカリーコです。今日はキノコと根菜のスープカレーを作っていこうかなと思います。早速材料紹介です。まずキノコです。キノコは3種類使っていきます。1種類でも美味しいんですけど、いろいろ組み合わせた方が美味しくなります。今日はね、スーパーで安い順に買ってきました。別にえのきとかしいたけとかマッシュルームとかでも大丈夫です。続いて根菜は旬のものを使おうと思います。人参とレンコンとごぼうを1個ずつ使っていきます。きのこは全部で 300g ぐらいで、根菜は全部で 350g ぐらいになれば OK です。で、お肉は鶏肉ですね。スープカレーというとやっぱりね、鶏肉が美味しいんですけど、骨付きにして骨から旨味を出していこうと思います。で、あとはカレーのいつものね、玉ねぎ、にんにく、生姜は使っていこうかなと思います。で、まずじゃあ玉ねぎ切っていきます。玉ねぎはまず半分に切り込みを入れます。薄くねスライスしてくれれば何でもいいんだけど、スライサー使う必要性も何もないんだけど、玉ねぎはまずちょっと切れ込みを入れて、こんな感じのサラダみたいな薄い玉ねぎにしていきます。こういう風に薄くしてあげることで早く炒まるし、あと煮込んでるうちに溶けて自然なとろみがつきます。スープカレーって私の場合はカレールー使わないですし、小麦粉も使わないので、とろみをつけるのがスパイスとこの玉ねぎなんですよね。なのでこの玉ねぎをできるだけ煮溶けさせたいので、私は薄くスライサーでスライスしてます。ちょっとざっくりしかレシピ紹介しないけど、詳細のグラムは概要欄に書くので、もっと細かく人参は何グラム、レンコンは何グラムって知りたい人は概要欄を見てください。はい、玉ねぎの下準備はこれで終わりで、にんにく生姜はすりおろして使うので、これはフライパンの上ですりおろして使います。チューブでも代用できます。続きまして根菜に移ります。根菜はまず皮を剥いていきます。人参ちゃんもごぼうちゃんもレンコンちゃんも全部皮を剥いていくんですけど、人参はねだいたい 120g から 150g ぐらいかな、1本でね。ごぼうはね人によりきりなんだけど、うちの母親とかはね、ごぼうはねしっかりたわしで洗った後はあんまりね洗わないんだよね。ちょっと私は薄く皮を剥きます。このね、ごぼうの皮の部分に一番うまみが詰まってるっていう人もいるんだよね。生姜もありますよね。生姜も皮剥くか剥かないもんか問題ありますけど、皆さんどっち派ですか？生姜を剥くか剥かないか気になるんで教えてください。あとレンコン、はい、レンコンですね。レンコン1節ぐらいです。だいたいこれでね 150g ないぐらいだったかな。人参と同じぐらいです。はい、じゃあレンコンからじゃあ切っていきますか。レンコンはこういう風に切ると縁起が悪いかもしれないんですけど、ちょっと一口大に切っていきます。こんな感じ。どれぐらいかっていうと手のひら合わせてこんぐらい。はい、こんな感じで一口大に切っていきます。はい、レンコン終わり。人参もねだいたい同じ感じで切っていきます。人参もしみしみだと美味しいからね、一口大ですね。ただ私スープカレーの時こういう風にね縦に切ることが多いですね。ちょっと見た目が良くなるので、こうやって乱切りっていうよりはこんな感じ、筒状のこの感じが残るように切っていきます。ごぼうちゃんは硬くなると嫌なので、こんな感じでだいたい1センチぐらいかな、1センチぐらいの厚さで切っていきます。ごぼうの香りとうまみっていうのはね、ごぼうでしか体現できない。感謝。はい、そんなこんな言ってたら根菜の準備は終わり。きのこはぶなしめじは手でほぐせば OK、 まいたけも手でほぐせば OK。 切るべきものはこいつだけ、エリンギちゃんだけ。エリンギちゃんもなんか大きいと可愛いから、ちっちゃいやつはこんな感じでね、ぶなしめじサイズで切ります。でこっちの大きいやつは横に半分切って縦にね。スープカレーって結構ね素材がでかい方がテンション上がるから。ということでこんな感じで下準備は完了ですね。きのこもこんな感じでご用意できましたので、早速炒めていきましょう。では早速炒めていきます。まずフライパンに油を引きます。油はサラダ油何でも OK です。大さじ1杯ぐらい引いていただいて、
そしたらここに玉ねぎを入れていきます。火加減は強めな中火で OK です。全部入れてしまいます。そしたらここから玉ねぎを炒めていきます。玉ねぎはね水分を飛ばしたいので薄くフライパンにこう広げるような感じで加熱していきます。だいたい薄切りなので 5,6 分で多分結構いい感じになると思うので、焦げ茶色になるまで炒めていきます。はい、では5分ほど炒めました。だいぶね茶色くなりました。もう一歩ね、もうちょっと炒めたいんですけど、その前にニンニクと生姜を加えていきます。ニンニクと生姜はもうすりおろしちゃってください。でだいたい1かけぐらいで、ニンニクは1かけで生姜の1かけはニンニクと大体同じぐらいで使ってください。チューブでも全然大丈夫で、チューブの場合は大体小さじ1杯ぐらいかな、プチューって3センチぐらい出してあげれば OK です。で今日はねおろしニンニクおろし生姜っていうのと長く煮込むので少し後入れで入れてます。こんな感じですりおろしてあげたら軽くかき混ぜます。そしたらさらにここにお肉を加えていきます。今日は最初にお肉を軽く炒めます。肉をちょっと炒めることで香りが良くなるので、はい。使うスパイスは少なめでも調理中の一手間一手間をちゃんと省かないで作ることでめちゃめちゃ美味しくできます。例えば玉ねぎをしっかり茶色くなるまで炒めることで、コクと深みが出るっていうのと、あととろみがつきます。肉焼く時にねさらにこの玉ねぎちゃんも茶色が進むので、よりね深い味わいになるんじゃないかなって思います。今日手羽元は 400g 使ってるんですけど、大きい手羽元だと5本ぐらいになっちゃうかなって思います。でも本数じゃなくて 400g でグラム合わせる形で作ってください。今日は使う素材が多いのでグラムがずれてくると味が決まらない可能性が出てきます。ちょっと軽く肉の表面に焦げ目がつくぐらいがちょうどいいです。そしたら火力を一番低くしてください。ここにスパイスとお塩を入れていきます。今日使うスパイスは全部を小さじ2杯のカレー粉で代用しても大丈夫です。でもパウダースパイス調合した方がよりね本格的な味わいになります。なぜそのスパイスを加えるかって私あんまり説明したことなかったんですけど、今日は軽く説明しながらいきます。まずコリアンダー大さじ1ですけど、とろみ漬けのために使います。次にクミンとパプリカパウダーとターメリックを小さじ2杯ずつ入れます。クミンは香りで、パプリカは甘みですね。でターメリックは、今日は普通よりちょっと多いんですけど、今日ね全体的に和風な仕上がり、だしっぽい仕上がりにしようと思ってるので、そのだしと魚介系の香りと合わせる時にターメリックをよく使うのでちょっと今日は多めです。でこれらには辛みが入ってないので辛み漬けもしなければいけません。小さじ1/2の1杯のチリペッパー、好きな人はもっと増やしてもいいです。あと小さじ1/2の1杯の胡椒。胡椒ちょっと辛いかもしれません。でここまでがカレー粉で代用できる部分で、プラスアルファ2つのスパイス入れていきますけど、それはお持ちの方だけで OK です。タイムとオレガノですね。これも小さじ1/2杯ずつ入れていきます。ハーブの香りを入れることでこう湧き上がるような爽やかなカレーを作ることができます。でこの時同じタイミングで小さじ1杯のお塩も入れてください。はい、でこれでかき混ぜます。スパイス入れた時は弱火でここからね1分ぐらいかな、軽く炒め合わせます。この軽く1分炒めてる間にこのねスパイスっていうのものすごい焦げやすいので、軽く炒められた状態になるんですよ。そうすると少し深みが増すんですよね。もうね玉ねぎとスパイス混ざった部分なんてもうほんとカレールーの色だなーみたいな感じになりましたら、ここにもうあと終わりです。お水入れていきます。お水は 500ml たっぷり使っていきます。はい、そしたらね鶏肉ちゃんの周りにあるねこの玉ねぎちゃんとかスパイスちゃんたちによくかき混ぜてあげます。そしてここに根菜入れます。全部よし入れちゃいます。ここお水にですね、私あれを入れるんだった。そうそう、和風顆粒だし。私は和風顆粒だしはかつお風味を使ってるんですけど、
かつおだしを入れてきます。顆粒だし持ってない？いや、うちはだしパックとか本当に削りがつおからだしを取るんですっていう人はだし汁 500ml 使ってください。それと少し塩多めに加えてください。でさらにですね、ここにきのこを加えていきます。今日はね、根菜ときのこということで、私の中のカレーイメージとしては和風なスープカレーを作りたい。いつもはね、このかつおだしとさらにこのコンソメで洋風な味付けにすることが多いんだけど、今日はそうしない。コンソメの代わりに何を入れていくかっていうとですね、まあ私のレシピでは1年に1回ぐらいしか出てこないめんつゆを入れていきます。めんつゆを入れることでさらに美味しく仕上がります。めんつゆは大さじ3杯、3倍濃縮で大さじ3杯なんですけど、2倍濃縮の場合は大さじ 4.5 杯になります。ストレートタイプは大さじ9杯。ただ大さじ9杯入れるとめちゃめちゃ水の量が多くなってしまうので、水分量は 100ml ぐらい減らして OK です。そしたらですね、きのこ上にある状態で全然大丈夫です。根菜と鶏肉下できのこ上に乗る感じ、めんつゆ回しかけたら、これでだいたい30分ぐらい煮込んでいきます。煮込む時は弱火すぎると火がね、根菜に味が染みてくれないので、中火、弱めの中火ぐらい、ボコ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 っていうぐらいの弱めの中火、もしくは中めの弱火で30分ほど煮込んでいきます。はい、では30分ほど煮込みました。もうすでにね、めちゃめちゃいい香りがします。オープンザカリーバカ、うわー、やばい、超美味しそう。ではこれをかき混ぜていきます。くはー、めっちゃ美味しそう。このね、赤い油が浮いてますけど、これはパプリカパウダーの色味なので辛くはありません。こんな感じで OK。 もしも手羽元が大きい手羽元の場合、30分だとちょっと硬い時があります。私の今日使った手羽元はすごいちっちゃかったので30分で大丈夫だったんですけど、手羽元がブリッとしてて大きいなっていう人は30分以上煮込んでください。最大ね1時間ぐらい煮込んでも全然他の根菜には問題ないですし、むしろね味しみしみになるので最低30分。今日はねこれで大丈夫ということで味見です。うまい、うまい、うまい、大丈夫だ。私は今日はこれ大丈夫でした。なんかね、これ薄かったら塩を入れてください。濃かったら水を入れてください。もうそこは最後お好みで調整してください。ということで最後に盛り付けていきます。いや、うまそう。もちろんね、なんか揚げた野菜を入れてもよし、上に乗っけてもよし、ゆで卵乗せてもよし、なんでもいいんですけど、はい、こんな感じで盛り付けてあげたら、うわー、めっちゃ美味しそう。きのこと根菜のスープカレーの完成でございます。食べましょう。はい、ではではいただきます。もうね、めっちゃ根菜。根菜多いからワンチャンご飯いらないかもなと思ったけど、カレーといえばご飯でしょ。ちょっとまず人参ちゃんからいこうかなと思います。しみしみ、うまっ、うまっ、うまっ。これやばいわ。なんかきのこと根菜のうまみにさらにその魚介の香り、そこにスパイスだから超やばい。これね、結構ね自信作なんだよね。自信作ですわ、本当に。鶏肉もいってみましょうか。うまい。鶏肉は骨付きですね。軟骨まで食べられます。いや、今日もねそんなわけでめちゃめちゃ天才的なカレーを生成してしまったわけですけども、今ねきのこと根菜がちょうど旬なので、ぜひ旬の時期に作ってみてください。食物繊維たっぷりなので、普段生活において食物繊維が足りないなっていう人はぜひ作って食べてみてください。次のカレーはちょっとね思い出のカレーにしようかなって思ってます。はい、この動画がちょっとでも面白かったな、ためになったなって思う人はチャンネル登録もお願いします。高評価とコメントもお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。これ私が小さい頃によく作ってもらったカレーなんですけど、めちゃめちゃ好きな味です。はい、そしたらここにレーズンをつけてた汁ごと入れます。
これ懐かしすぎてやばいんだよねこれ